どうもお疲れ様です。ババログです。衣替えとクローゼット整理が思ったより時間がかかってやっと終わったんですが、前回のコート生き残り選手権の動画で最後に映った紙袋、結局今年のコートはどうなったのかっていうことが気になる方も多いと思うので、今回は数は少ないですが高いもんばかりで総額はなかなかなことになっている最近の肖像買いを紹介したいと思います。私の買い物あるあるもお話ししますので、よかったら最後までお付き合いください。それではスタート。1つ目は前回お気に入りコート1位だったキャバンの定番のコットンカシミヤクルーネックカーディガン、新色のベージュです。こちらはずっと欲しかったんですが、かなり細身なので何回にも試着しては諦めてたニットカーディガンです。痩せましてようやく買うことができました。胸の小さいポケットがポイントで、コート同様色も豊富で、このデザインをベースに柄もいろいろあり、これもキャバンと一目見ただけでわかる毎年出ている定番になっています。ちょっとお値段は張りますが、流行に左右されないので、この形が似合うように体型キープ頑張っていきます。どれぐらい痩せたかというと、去年の今頃に比べて実は8キロぐらい痩せてしまって、お気に入りのデニムたちがどれもブカブカになってきたので、今の体型に合うデニムを探してたところ、せっかく痩せたしいい機会だと思って、ずっといつか買おうと思って気になっていたマルジェラのポケットの内側が見えている定番のデニムを購入しました。これも以前試着した時はサイズが合わず諦めていたデニムです。マルジェラではもう1本4年くらい前痩せてた時に買った同じく定番のスラッシュデニムを持っていて、ここ数年はウエストが細すぎてボタンを開けて履かないといけないくらいでしたが、ようやくジャストサイズになりました。とにかくロゴがなくても見る人が見たらここのやつってわかるものが大好きなミーハー買いですが、これは衝動買いというより着る服がないから必要に迫られた買い物っていう感じです。お待たせしました。最後はルーズ M クラスでの購入品、そしてこちらが今年買ったコートとなります。ちょっと長くなりますが、購入に至った経緯を開封しながら説明していきます。あれはまだ暑い8月、インスタを見ていたらむちゃくちゃ好みなコートが流れてきて、これ絶対欲しいとキャプションを見に行ったら、お値段がなんと17万9300円。なんでって思って見てみたら、ブランドがマディソンブルーっていうことですごい納得しました。マディソンブルーはいつか欲しいブランドの一つに入っていて、何か欲しいといえど定番のヘロのロゴ T シャツが T シャツなのに3万8500円と、ちょっとなかなか手の出せない世界線のブランドになっています。でもこの手書きの落書きみたいなデザインのものに目がない私は、このコートはもうどうしても欲しいと思ってすぐベイクルーズのサイトを見に行ったら、発売当日にすでに完売していて、そうなると余計欲しくなるのがもう私です。実は前日の筋トレ帰りに落書きのコートかわいいなとお店にかかっていたのを見ていて、まだ暑くて考えられないからお店に入りもせずただ通り過ぎてたんですが、そんなに人気ならなくなるかもしれないと思って、去年のエディションで手に入れられなかったコンランドのコードのこともあるから、誰かに買われる前に買っとかなければという使命感から、翌日朝一でお店に向かいました。お店に到着するとまだちゃんとこのコートがかかっていて、間に合ったと思ってすぐコートの元へ。音なくしてスタッフさんが近づいてきて、こちらマディソンブルーのコートでどちらかでご覧になられましたかみたいな感じで笑顔で声かけてくださって、私ももう買うって決めてるので、もう接客もどんとこい状態。インスタで見てこれ可愛いですよねって答えてすぐ羽織らせてもらって、もう 100% 似合うぞって思いながら羽織って鏡見たら、ちょっと思ってたのと感じ違うようなってなったものの、買うっていう意志が強すぎてなくなったら困るから、じゃあこれくださいとほぼ接客受けずに乗客ぶって即決しました。おそらく顔見知りの顧客でもないフラッと入ってきた人が8月にこんな高いコート買うわけがないと思ってたであろうスタッフさんは、マディソンブルー好きな人と認識したのか、マディソンブルーよく着られるんですかって聞いてきて、私ももう手に入る高揚感でテンション上がっちゃって、いや実は初めてなんですけどずっと欲しかったブランドでってめちゃくちゃ饒舌になってきました。
ました。そしたらもう一人スタッフさんも加わってきて、レジ前でお包みと会計を待つ間、もう完全に乗客モード突入でした。T シャツになかなか3万円は出せないけど、コートでこの値段だったら納得して出せる価格だったんでとか、買うまでのプロセスをニコニコしながら語りに入る私、朝一の乗客にニコニコのスタッフさん2人、お会計前の空気はむちゃくちゃ良かったです。そしてスタッフさんが「ではこちらになります」とすっと出した電卓を見ると24万2000円。いや待ってちょっと待ってとか言って17万ちゃうの、どういうこととか思いながら、値段も聞かずに買いますといった体勢を崩すことができず、何かの間違いや、これもしかしてタグが違うのついてたりするとか思いながら、一旦ここはやり過ごそうと、間違ってたら後で返金してもらったらええやんと。幸い私はちょっともう出したらもらえるカードを持っているので、それをちょっと震えながら渡して乗客スタイルを死守して店の外までお見送りをしてもらって笑顔で退出しました。もうそこからはもうとにかく座りたい、早くオンラインサイトを確認したいと思って、せっかく梅田に出てるのにもうお昼には改札に向かってました。電車に乗って落ち着いて座って確認したところ、値段はやっぱり17万9300円。でもよく見たらデザインが違う。私がインスタで一目惚れしたのはシングルのコート。私が今買ってきたのはダブルのトレンチコートでした。なんか違うなと思ったのはここでした。結局24万2000円のダブルのトレンチコートのページもちゃんとあって、あんなテンションで買っといて間違えましたと返品しに行くわけにもいかず、ベージュのシングルはキャバンのコートとかぶるし、ダブルのトレンチコートは持ってないし、今年は着ないアウターを大量に買い取りに出すから軍資金を前借りしてと自分に言い聞かせました。ようやく着る時期になったものの、一気に寒くなったので着る期間がすごく短く急いで着てますが、ずっと欲しかったブランドだし、やっぱりかっこよくて買ってよかったと思っています。以上、8月からの衝動買いで少ないけどまとめると総額50万円という高額商品の紹介でした。おかげでもう服の物欲は収まってはいましたが、断捨離で冬服を相当処分してしまったので着る服がありません。今月年末恒例のアウトレットに行く予定になっているので爆買いしてしまうかもしれませんので、そちらの動画もお楽しみに。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。